皆さんこんにちは、沖野です。今回は視聴者さんからお送りいただいたお便りを読んでいきたいと思います。今回お送りいただいたのはノーネーム太郎さん、男性30代の方からです。沖野さんこんばんは。よくある話ではあるのですが、ショックな出来事が今日あったので聞いていただけたら嬉しいです。自分は職場では仲のいい同僚一人だけにはゲイであることをカミングアウトしていますが、基本的には隠しています。今日職場で部下2人が同性愛とか LGBT とか知らねえよ、気持ち悪いもんねと目の前で延々と話しているのを聞いてしまいました。2人は自分より一回り年上の世代なので LGBT に対してのイメージが違うのかもしれませんが、仕事でもよく話し頼ってくれている人がそんな風に思っているんだと知ってしまい、完全に自己否定された感覚で正直ショックで傷ついてしまいました。沖野さんは同じような経験で嫌な思いをしたことはありますか？その際どう気持ちを切り替えたとかがあれば教えてください。なければこんなことでうじうじするなと喝を入れてくださっても結構です。周りに当事者がいるかもしれないことを意識して話をするという点では LGBT とかに限った話ではないので、自分が同じようなことをしないように気をつけないとですね。長文読んでくださりありがとうございました。はい、こちらこそお便りありがとうございます。もともとこれ実はメンバーシップのラジオ宛てに送りいただいたもので、なんかテーマが割とゲイあるあるというかさ、かなって思ったんで、ちょっと全体で読みたいなと思って、もしよければ全体公開の方で読んでもいいですかって言ったらご本人から OK をいただきましたので、ちょっと読ませていただきました。で、今回同じ職場で部下、しかも年上の部下がそういうセクシャリティに関してのちょっとヘイトじゃないけど LGBT とか気持ち悪いっていう話をね、結構長々としてたという。同じような経験沖野さんありますかってことなんですけど、似たような経験はあります。ただここまでストレートにっていうよりはもうちょっとソフトな表現というかではあったんですけど、もう何年前だろうな。ドラマの話をしてて職場で一回りぐらい上の人かな。だから40代半ばから後半ぐらいの人だったと思うんですけど、その人が最近面白いドラマで昨日何食べたっていうドラマの名前を挙げたんですよ。で、それどういうのかっていうと、主人公がゲイカップルなんですよね。で、しかも若いゲイカップルじゃなくて、アラフィフぐらいかな、あれ設定50代ぐらい、多分40後半か50ぐらいの設定でっていう、ドラマやってて、原作もあって、で原作は漫画なんですけど、漫画もいわゆる BL 雑誌に載ってるものじゃなくて、あくまで一般向けの普通の青年誌に載ってて、で登場人物がゲイカップルっていうだけなんですよ。で、昨日何食べたっていうタイトルにもあるんですけど、2人でご飯食べたりして、なんか日常のちょっとしたことが起こったりとか、ゲイあるあるみたいなこともちょこちょこあるんですよね。ゲイカップルの友達が出てきたりとか、親にそのパートナーを紹介するみたいな。なんで BL ドラマとかによくあるそのキスシーンとか、激しいベッドシーンみたいなのは確かなくて、原作もそういうのはね確かないはず。そのドラマ当時沖野も見てて、あれ面白いですよねみたいな乗っかってたわけですよ、こっちもね。そしたらなんて言われたと思います？なんか俺さ、普段はそのゲイとか BL とか何が面白いのか分かんないし気持ち悪いなって思うんだけど、このドラマすごい面白いんだよねみたいな。いやいやいや、今あなたゲイと話してますけどって思いながら、こっちもカミングアウトさしてないから職場で別に、相手も悪気がって言ってるわけじゃないっていうのも分かるし、なんだったらそのドラマを褒めてるつもりなんですよ、その人って。その普段ゲイとかその BL とかに興味ない俺ですら、おじさんの俺ですら、このドラマはすごい面白いんだよっていう、ゲイカップルが出てくるけどすごく面白いっていう持ち上げようとしてるんですよ、それのドラマをね。その結果、そのゲイとかをちょっとけなしてしまったっていう。そもそものテーマがゲイとかその LGBT 気持ち悪いって話がそんな永遠と続いてたみたいなことでもないし、本当に一言二言そういうのが間に入ってきてって違和感を感じたぐらいのものだったんですけど、それ以外ではあんまりないかもね。ゲイとか気持ち悪いよねみたいな。あんまりうち実家とかでも家族集まってて、今はもうカミングアウトしてるんでもともとないですけど、カミングアウトする前からそんなゲイだからどうこうとか、テレビでさ、例えば同性婚がどうとかゲイがどうとかオカマがどうお姉がどうみたいな映る時に、それに対してあんまり否定的なことを言う人が家族内にはいなかったんで、あんまりそういう経験なくて、さっきのその職場でのドラマからの流れでそういう風に言われたっていうことに関して言うと、当時どう思ったかっていうと、別にね正直ね傷ついたりとかショック受けたりとかイライラしたりとかムカムカしたりとかっていうほどの感情は正直なかったです。ただこの人そういう感じで言っちゃう人なんだっていうのは正直ちょっと思った。で、さっきも言った通り悪気がないっていうのは分かってるし、普段から別によく話してた人で当時尊敬もしてたし、仕事もいろいろ教えてもらってたし、全然
一言言われたからってなんかもう話したくないとか逆に軽蔑するとかまではいかなかったんですけど、まあでもそういうこと言っちゃう人なんだなっていうのは少し思いましたね、正直。周りに当事者がいるかもしれないことを意識して話をするという点では LGBT に限った話ではないっていうふうにノーネーム太郎さんも書いてくれてる通りなんですけど、沖野だからめっちゃね思想が近いと思ってる、このノーネーム太郎さん。これさ、似たような話別パターンで沖野聞いたことあって、自分がその場にいたわけじゃないんだけど、昔ねとある飲み会があったんだって。何人かでねワイワイしてて楽しく、そしたら途中で韓国人の話になったらしいの。韓国人ヘイトじゃないけど、韓国はこうだああだみたいなことをバーって言ってすごいヒートアップしちゃったんだって。そしたらそこにいた女の子の一人がちょっと体調悪いかもって言ってトイレ行ってくるねって言ったらしいんだけど、全然戻ってこなくて、気づいた人がね、それが沖野の知り合いなんだけど、その気づいた子がちょっと見てくるねって言って女子トイレに見に行ったんだって。そしたらめちゃくちゃ泣いてんの、ずっと。で、そんな体調悪いの大丈夫みたいな、救急車呼ぼうかみたいな感じだったんだけど、話を聞いてみると実はその子は在日コリアンだったの。でも周りには言ってない。で、通名だと日本人と同じ名前じゃん。周りももちろん知ってて言ってるわけじゃないんだけど、もうその場にいて辛くて泣きそうだったからトイレに行ったっていう。バレたらもう縁切られるかもとか何言われるか分かんなくて怖いって言って泣いてたらしいっていうのがあって、なんで例えばそういうセクシャリティもそうだし、今例で出した国籍とかその人種もそうなんだけど、そういうものってさ自分の意思で変えられるものじゃないじゃん。仮に自分の意思で変えられるものだったとしても、周りにねそういう人がいるかもって考えて話すのは必要だと思うんだけど、だからみんな気をつけようねって話で、自分自身はさっき言った通りそんなにめちゃくちゃ傷つくとかはない、正直今更。ただそれで傷つくよっていう人の気持ちも全然わかるし、あなたの心が弱すぎるからダメなんですとか言うつもり全然なくて、あとは普段は平気だけどなんか嫌なことが続いてたり体調悪い時に言われたらグサッとくるとかさ、あるじゃん、いろいろ。全然そういう人もいるだろうなって思うから、なんて言うんだろうな、なんかさ、知らないうちに人を傷つけるっていうのをやりたくないんだよね。その 100% 避けることは難しいと思う。人と会話してたら、それこそ YouTube でこうやって発信をしてたら誰かを傷つけてる可能性ってあると思ってて、でもこれは避けられたよねっていうパターンあるじゃん。今回送ってもらったノーネーム太郎さんの件はちょっとわかんないけど、さっきの沖野の事例で言うとさ、別に沖野を傷つけたいと思ってないと思う。だから仮に沖野がゲイですっていうのをその人の先に伝えてたら、わざわざそんなゲイとか BL とか気持ち悪いとか絶対言わない人なのね。嫌な人ではないの、全然。悪気なく、沖野は正直傷つかなかったけど、それでは。でも傷つく可能性もあるじゃん。無意識に人を傷つけることを沖野はしたくない、できるだけ。で、避けられるんだったらそれを避けたいって思うんだよね。今回はたまたま LGBT についての話題だったんで、このチャンネルを見てくれてる人、多分8割9割ぐらいはゲイとかバイセクシャルの男性だと思うから、なんとなくこう、分かりやすいと思うんだけど、さっき出した例えばだけどね、国籍人種の話とか、なんだろうね、他にいろんなあるじゃん。出自、例えばこう両親どっちかしかいないとかさ、いい例が何にも思い浮かばないんだけど、そういうさ本人の力でどうしようもなかったこととかを特に言われると一番しんどいのかなっていう気はするんで、皆さんもぜひ楽しく会話できるように最低限の配慮、その最低限が人によって違うよねっていう話ではあるんだけど、ナチュラルにできている人と意識しないとできない人といると思うんで、そういう人はね、ぜひ一緒に意識して楽しくお話ししていきましょう。もし過去に沖野が言ったこれで傷ついたってことがあったらコメント欄でクレーム入れてください。はい。ということで今回は視聴者さんからの相談のお便り読ませていただきました。ぜひね、皆さんも同じような経験があったりした人は、その時どういう風に感じたのかとか、そういうところをね、コメントに残していただけると嬉しいです。ためになったなって思う人は、ぜひいいねとチャンネル登録、そしてメンバーシップもやっておりますので、そちらもチェックよろしくお願いいたします。それでは、バイバイ。